皆さんこんにちは、みるです。年一の質問コーナーをしていこうと思います。インスタグラムの方で募集をさせていただいたんですけど、第1回、第2回の質問コーナーでね、お答えしてないような内容をたくさん聞いてくれたら嬉しいですみたいな感じでね、みんなに問いかけたら、すごい面白い質問たくさんみんなが送ってくれたので、それに50問答えていこうと思います。で、今日は年一のスペシャルな日ということなので、スペシャルゲストをお呼びしました。ちょっと今読んできます。あらーん、アイスクリームケーキを買ってきました。溶けてずれてしまったんですけど、無事に冷えております。人生で初めてだね、アイスクリームケーキっていうものをね、自分で買ってみました。めっちゃ可愛いんですよ、この箱も。上のケーキを1、2、3、4、5、6個選べて、ミルはピングシャワー、キャラメルリボン、ラモカアーモンドファッチ、ラブポーション31、ストロベリーチーズケーキにしました。私の食べるスピードなら追いつけると思って食べてみたいと思います。見てくれてる皆さんのおかげで今年もこうやって質問コーナーができたり、アイスが食べれたりしています。本当にいつもありがとうございます。いただきます。虹。どっから食べよう。まずは私の大好きなポッピングシャワーから。かわいい色合い。久しぶりに食べる。あ、欲しい。口の中パチパチしてる。質問コーナーしながらこれ口パチパチしちゃうよ。美味しい。やばい。すごい溶けてきてる。ね、見て、中がめっちゃチョコだった。美味しい。最高。質問をね、ゆっくり答える時間がちょっとなくなっちゃいそうなので、一回冷蔵庫にしまいたいと思います。で、固まったらもう一回来てもらおうと思います。質問コーナースタート。もう大体話したことがあると思いますが、改めてみるちゃんの自己紹介を聞きたいです。はい。私の名前はみるです。2001年4月22日生まれの今年22歳の年です。今年で社会人2年目になって、YouTube は3年目に突入しました。パティシエとして働いています。ホールケーキをメインに作っている会社に勤めさせていただいております。趣味で SNS 活動をしていて、その他にはアミルというブランドのディレクターをさせていただいております。今はね、東京で一人暮らしをしていて、一人暮らし歴は2年目です。こんなぐらいかな？こんな感じです。よろしくお願いします。よし、じゃあ、どんどん答えていきますね。みるちゃん見るたびに一人暮らし欲が湧きすぎるので、今のお家を選んだ決め手を聞きたい。長方形じゃなくて、正方形のリビングが良くて、ここにしました。長方形だと家具の配置とかが私的に難しくて、正方形だと長方形よりね、広く感じるので、絶対条件で正方形がいいっていう感じで探しましたね。2つの部屋あるっていうよりかは、1つの部屋大きい家がいいなって思って選びました。多分、次のお家もそういう条件で決めるかなって思います。生まれ変わったら何の職業をしてみたい？もうこれは決まっててですね、3つぐらいあるんですけど、キャビンアテンダントさん、スキューバダイビングのインストラクターさんが書道の先生の3つですね。キャビンアテンダントさんはすごく綺麗だからなってみたい。勉強は得意ですか？全然得意じゃなかったけど、頑張ってた。私の行ってた高校は偏差値があんまり高くないんですよ。なんか謙遜してる高くないじゃなくて、本当に高くない。高くない偏差値の高校の中では頑張ってた方かな。現役パティシエさんからして、パティシエに向いてる人ってどんな人ですか？面白い質問ですね、これは。ケーキを食べるのが好きっていう人はすごく向いてると思います。なんでかっていうと、このケーキこうしたらもっと美味しくなるんじゃないかっていう発想が出てくる人って、美味しいケーキを作れる人だなって思うので、向いているんじゃないかなって思います。オーブンは何使ってる？おすすめのオーブンある？実家の時になんかいいオーブンを買ってもらったんですけど、一人暮らしするタイミングで実家からね、いただいて、その実家からもらった分、私はなんかちょっと安い電子レンジ家族にあげたっていう物々交換です、一応。心が荒れた時、落ち込んだ時、みるちゃんはどうやって心を回復してますか？ひたすら落ち込んだ理由を考えるかもしれないです。人間関係で落ち込んだのか、それともそういう自分の中のマインドの周期なのかっていうのを考えるようにしてて、私がよく落ち込む時って大体自分のマインドなんですよ。なんか最近うまくいってないなとかって思うと、やっぱいろんなことの負の連鎖になっちゃうから、自分がなんで落ち込んだのかっていうのをノートにね、書き出したりとかすることが多いです。で、書き出したことって大体自分のせいだったりするんですね、私の場合。だから自分がもうちょっとこう行動すればよかったんだなとか、こうなってしまう前に自分が何かできたんだなっていうのを覚えると、やっぱ自分の中でも成長できるし、人のせいにしないで全部自分のせいって思うようにしています。好きなお洋服のコーデを教えてください。みるちゃん大好きスペシャル。ありがとうございます。みるも大好きスペシャル。
かわいいね。好きなコーデはね、でも体のラインが出るお洋服がすごい好きですね。あとはこういう感じで、ちょっと変わったデザインのお洋服とかがすごい好きなので、ぜひインスタグラムも遊びに来てください。よく聴く曲教えてほしいです。お、いいですね、これは。最近は、清水翔太さん、鈴木鈴木さんとかかながメインで聴くし、あとニッシーも好きですね。みるちゃんってどんな性格？明るいように見えて、ネクラ。わかんない。難しい。本当に。いろいろ向上心持ってできているように見えて、意外と緊張しいだったり、ナイーブだったりするから、もうひっちゃかめっちゃかなんだよね。みるちゃんの MBTI 教えてください。お、これがね、一番多かったですね。あと、私の MBTI は INFP です。INFP の特徴、ちょっと調べてみました。空想好きで非現実的な話が好き。洞察力がある。で、共感性が強く思いやりがある。温厚。クリエイティブ。チャレンジ精神があって夢に向かって一直線。いいことばっか書いてくれてます。あ、今何個目か忘れちゃった。好奇心が旺盛で短期集中型。闇がち。って書いてあります。かなり当たってる印象を受けます。恋人に求める条件あったら聞きたいです。向上心があってポジティブで楽しい人がいいですね。太陽かなみたいな。恋人ってずっと長い間一緒にいるってことじゃないですか。楽しい人がいいなって私はすごく思いますね。自分がね、結構慎重だったり考え込みやすいタイプだったりするので、その私をちょっと支えてくれたりとかする人が私は嬉しいかな。一緒にいてくれたら。一人暮らししようと思ったきっかけ知りたいです。私は製菓学校を卒業して社会人になるタイミングで一人暮らしをしたんですけど、実家のルールっていうものがあるじゃないですか。その実家のルールに全然従えなくて、一人暮らししたらこの悩みって解消するのかなって思った時に、もうするって決めましたね。で、その一人暮らしする3ヶ月4ヶ月前ぐらいからだんだんとお金を貯め始めて、で引っ越しする1ヶ月前ぐらいに一人暮らしすることにしたみたいな感じで報告したのを覚えてます。中3なのですが、まだ将来の夢がありません。みるちゃんなりの夢への向き合い方を知りたいです。まず外に出てみてほしくて、外に行って何をするかはもう本当その時々でいいんですけど、例えばカフェに行ってゆっくり一人でお茶をしてる時に感じるものだったりとか、あ、こういうお仕事あるんだなとか、夢がないなって頭の中で思ってても自分で行動しないと夢は絶対に見つからないので、まずは外に出てみることから始めたらいいと思います。私も夢がないなって思ってる時期が結構長い期間あって、その時に友達と行ったカフェの空間が好きだったり、そこで出てくるスイーツが美味しいなっていうので本格的にね、成果を目指し始めたっていうのも理由の一つなので、まずはね、外に出ていろんなね、世界を知るっていうのが一番大事だと思います。夢はね、絶対見つかると思うので頑張ってください。心から応援してます。みるちゃんが気をつけてるお金の管理とか金欠の時の対処法を知りたいです。高校生から今まで自分でお金を稼ぐ年齢になってから金欠というものになったことがなくて、それは両親からの支援があったとかシンプルに収入が多かったってそういうわけじゃなくて、もらったお給料の中でのやりくりが下手くそじゃないって自分では思うんですね。なんで金欠にならないようにしているかっていうと、何かチャンスが来た時にお金が原因でできなかったらすごく悔しいなって私は思ってて、例えばだけど海外旅行行こうってなった時にお金ないから行けないだったらもうそこでおしまいじゃないですか。海外に行っていろんな人と出会って自分の世界観が広がるかもしれないのに、そのお金がないから行けないってストップしてしまうのはすごくもったいないと思うから、お金は常に気をつけているようにしてるのね。事細かい家計簿とかは全くつけてなくて、シンプルに無駄遣いをしない、一人でいる時にずっと節約をしてます。友達と美味しいご飯を食べに行きたいから一人の時は節約してるっていう、もうダイエットと一緒ですね。一人の時に外で水を買わないとか水筒を持っていくとかっていうその小さな積み重ねでお金ってだいぶ溜まっていくなって思うので、ほんと身近なことから節約するっていうのが大事だと思います。質問の答えに慣れているかわからないんですけど、特に何かやっていることはなくて、常に毎日無駄遣いしないように常々気をつけてってるって感じ。みるちゃん就活の面接で自分に自信が持ってません。みるちゃんカツ入れて。今ね、就活の時期ですよね。夏から秋にかけてとかなのかな。私が就活生の時、私は面接に行く時に私取らないで誰取るんですかっていうぐらいめっちゃ自信持って行ったんですよ。特に理由はなくていいんですよ。もうその子自身から溢れるエネルギーとか自信があれば絶対に合格すると思います。受からなかったらどうしようとか、失敗しちゃったらどうしよう、言えなかったらどうしようじゃなくて、内に秘めた自信だけで相手にはすごく伝わると思うので、私取らなくて誰取るんですかって何回も唱えるとすごくね、自分にね、自信が溢れてくると思うので、ぜひやってみてください。就活頑張ってください。心から応援してますね。大変なんだよね、就活って。将来のビジョンはどこま
まで決めていますか？毎日楽しそうなみるちゃんなので気になります。ありがとうございます。優しい。仕事とかに関しては一旦置いといて、私が考えている将来のビジョンの中の一つが、第二の人生を充実させたいっていうのがあります。第二の人生が何かっていうと、自分に子供が授かることができて、子育てが終わった後の人生を私は第二の人生って勝手に呼んでるんですけど、例えば私が今、結婚できて子供が生まれてってなったら、42歳の時に子育てが終わって、私はフリーになるっていう予定なんです。そしたらその42歳から死んでしまうまでの人生をめちゃめちゃ充実させることが楽しみで、旦那さんと一緒に半年間の海外旅行に出かけちゃったりとか、あとはスキューバダイビングの免許取ったりとか、行ったことない国に行ってみたいとか、そういう子育てが終わった後の人生をめちゃめちゃ楽しみたいっていう将来のビジョンはあります。結構アバウトなんですけど、だからその旦那さんになる人とかはタバコとかお酒とかしないで健康な人がいいなってすごく思うんですよね、私は。っていう感じです。お仕事のこととかじゃなくてほんとすいません。彼氏や家族に怒った時、みるちゃんはどうしますか？我慢することは絶対になくて、こうだから嫌だったとか、これで怒ってるんだけどって言います。ふてくされて黙るっていうよりかは、そのなんかされて嫌だったことは絶対に口に出して、ここが嫌だったから直してほしいとか、そこまで言います。自分が怒らせちゃった時に言ってくれないとわからないこととかもあるじゃないですか。そういうつもりじゃなかったんだけどごめんねとかもあると思うので、言うようにしちゃってる。それで話し合って解決っていうことが多いかな。難しい質問返すの。年一すぎて。もし願いが3つ叶うとしたら何を願いますか？面白いですね、この質問も。どんなに食べても太らない体が欲しい。世界中の中の人が、なんて言えばいいんだろう。元気なのに亡くなってしまうことをなくしてほしい。この世から。あとは、空飛びたい。毎日ワクワク生きるための工夫していること。楽しく生きたい。かわいいですね。幸せの基準値を下げることです。今日も朝起きれて幸せとか、今日も晴れで幸せとか、幸せの基準値を下げると、人生の中で1秒1秒が本当に尊くて楽しくて、常にワクワクするんですね。1秒1秒が尊くなると、死にたくないっていう気持ちになってきて、今も動画を撮って、この素材を編集して、みんなにお届けする未来があるので、めちゃめちゃ幸せなことだと思ってて、もういろんな奇跡が重なって、今私が撮ってるこういう動画って成り立ってるので、だからなんか本当にありがとうございますっていう気持ちになるから、そう、幸せの基準値を下げるっていうことはすごく大事だと思います。努力をコツコツ積み重ねるのが苦手で、みるちゃんはいつも努力してて憧れです。なんで頑張れるの？頑張れてるかな、みるって。努力してる人って世界一かっこいいなって私は思ってて、前のね、質問コーナーでも言ったことと全く同じ内容になってしまうんですけど、今この瞬間の人生を毎日全力で頑張って努力し続けたら、自分がどこの境地に行けるのかがすごく興味があって、その結果を知るためには私は毎日努力する必要があるなって思うので、頑張るっていう気持ちになれてるかな。やった先に待ってる幸せをゲットできるのは自分だから、自分に返ってくるって思ったら努力できると思います。髪の毛染めるなら何色に染めたいですか？みるちゃんなら何色でも似合いそうです。嬉しい。髪の毛染めたいですね。ミルクティーベージュとかオリーブベージュには染めてみたいです。みるちゃん大好きです。みるちゃんが人と接したりする上で大切にしていることを聞きたいです。思いやりの心を持つ。自分がされて嫌なことは絶対に人にしないとかかな。みるちゃんのよく使う絵文字なんですか？これ結構ね、LINE とかの文章をね、キラキラさせてしまうタイプです。一日の中で一番幸せな時間は何してる時ですか？YouTube とか SNS を投稿して皆さんからのリアクションを見る時が一番幸せ。もうこれはもう間違いないですね。絶対一番。圧倒的一番です。いつもコメントや DM 本当にありがとうございます。皆さんのおかげで毎日気持ちが保られております。ありがとうございます。みるちゃんの好きだった給食メニューってありますか？なんだろう。焼きそば、海鮮焼きそばとかめっちゃ好きだった。焼きそばの時はおかわりしに行ってたかなっていうぐらい好き。みるちゃんにとって完璧とは？自分の立てた目標に対して達成できる人が完璧だと思います。私にとっての理想の完璧と客観的な誰かの完璧って絶対に違うものだから、天井とかゴールは自分で決めていいと思ってて、
第三者の完璧にとらわれなくていいと思うし、自分の中で決めたゴールとかを達成できたらもう自分はもうよくやった完璧って褒めてあげていいと思います。ケーキ屋さんで働きたいと思っているのですが、販売と製造どっちが楽しいですか？私はね、どっちも好きなんだよね。製造はいろんなことを考えながら没頭できるから製造の方が好きかな。挑戦した後悔としなかった後悔、みるちゃんはどちらを選びますか？挑戦した後悔かな。実際問題、なかなかね、挑戦できないことも多いから、ちょっと綺麗事かもしれない。みるちゃんのこれからの目標はズバリ。今までね、目標を掲げて頑張ってきたっていうわけではないので、ちょっとね、皆さんにお伝えするのは初めてになるとは思うんですけど、YouTube 登録者数50万人様、Instagram 20万人様を目指しています。ほど遠い。今 YouTube が28万人様いて、Instagram が12万人様いるんですけど、やっぱり数字が出る世界にいる私にとって、いい意味でモチベーションになっているんですね。50万人様の景色を見たいし、Instagram20 万人様の景色を見たいなって日々常々思っているので、これからもたくさん努力します。YouTube 見てくれている方の中で、まだね、チャンネル登録できてなかったよっていう方にしてくれたら、とってもスペシャルスーパーハッピーでございます。よろしくお願いします。でね、Instagram の方もほとんどね、毎日投稿させていただいているので、ぜひね、ちょっと興味がある方、みんな清き一票を私にね、くださったらとっても嬉しいです。何年かかっちゃうのみたいな感じの目標なんですけど、必死に毎日頑張りたいと思います。ぜひ見守ってください。なんで YouTube では顔出ししないの？ Instagram では顔出しをさせていただいていて、そんなね、私が言うと本当にって思うかもしれないんですけど、やっぱり自分の顔で気になるコンプレックスの箇所って割り切れないくらいあって、それをコメントでね、書かれてしまうと、私計り知れないほどショックを受けてしまうんじゃないかなっていうので、自分ですごくわかるので、顔出しはこれからもしないです。Instagram の夢の中の世界だけで生きさせてください。お願いします。幼少期はどんな性格でしたか？母とかおばあちゃんによく言われるのは、小さい時にあんだけ喋れなかったのに、今はその分よく喋るねって言われます。そう、なんか小さい頃に喋り出すのがすごく遅かったみたいで、こんなペラペラ喋るようになっちゃいました。なんでキッチンでお菓子作りしないの？キッチンの照明がちょっと暗くて好きじゃないっていうのと、キッチンに自然光というものが入ってこないので、いつも自然光が入ってくるね、この部屋で撮影をしてるっていう感じです。身長体重知りたいです。身長が166センチ、体重が48キロになります。大々的にね、数字を出すのが本当に人生で初めてなんですけど、なんかそのダイエットをする上でのモチベにしたいとか、参考にしたいって言ってくださる方がいらっしゃったので、ちょっとね、今回初めて公開させていただきました。必死に頑張って48キロなので、ポップアップ前ぐらいまでは55キロはありました。そこから7キロ落として今が48キロです。みるちゃんの最近の息抜きとなっているものは何ですか？音楽を聴きながら家事をするとすっごくリフレッシュできます。愛子さんとか西野カナさんとか、そこら辺の女性の曲を聴きながら家事をするとなんかすごく息抜きになります。ファンネーム決めないのですか？ちょっとここの場を借りて、もうね、このファンネームの質問もたくさんいただいて、ミルのことを好きな子たちが求めてくれてるって思ったらもうめちゃめちゃ嬉しくて、本当にありがとうございます。そこで私は考えました。そのファンネームはミルフィーズになりました。勝手に私が決めちゃいました。ありがとうございます。定期的にやってる顔出しインスタライブの方でみんなで案をね出した時間があったんですけど、その時に一番人気だったのがミルフィーユズっていう単語で、私の名前がミルって言うんですけど、私の名前の由来が父がミルフィーユとかミルクレープっていうケーキが好きだからミルって名付けられた私なんですけど、ミルっていうのはフランス語で線っていう意味があって、生地を何層も重ねているお菓子に共通して付けられている言葉なんですけど、ミルのファンの子たちがたくさん集まって一つになってくれたことによって、もっともっともっと大きいケーキになるよっていう意味です。で、ミルフィーユズだと長いので、ミルフィズにさせていただきました。ファンマークとファンネームが今回で決まったので、これからもぜひよろしくお願いしますと勝手ながらご報告となりました。みるちゃんがいつもそんなにファンのみんなにすごくたくさん優しくできるのはなんでですか？もうこれはもう一択です。みんなが優しくしてくれるから本当にありがとうございます。嬉しいです。みんながね、優しくしてくれるから、ミルも何倍にも返して優しくしてあげたいなって思ってますみるちゃんの周りの人を大切にしている姿素敵です。人間関係で気をつけていることはありますか？自分のことのように大切にすることはめちゃめちゃ気をつけてます。こういうのは自分でね、言うことじゃないかもしれないんですけど、私友達とか家族とか
自分の大切な人に関しては自分を犠牲にしてまでも守ってあげたいとか助けてあげたい気持ちが強くて、これが例えばの話になるかわからないんですけど、一緒に遠出をして友達がモバイルバッテリーを持ってなくて私が持ってたとするじゃないですか。その時に自分の充電がちょっとやばくてもビルの充電器を貸してあげたりとか絶対にしたい。っていうか毎回の遊び先で友達の充電は気になっちゃう。携帯充電つかないと危ないじゃないですか、女の子って。帰り際とかに充電あるのとかって聞いて、なかったらその充電器貸すとかそのぐらいなんか自分より大切に思ってる、みんなのこと。それはお互い様だと思ってるから優しくしたいって思う。歴代アンミルの中の個人的ナンバーワン。うわー、これは難しいです。アンミルトートとアンミルマグプレートたちかな。これ以外にもね、めちゃめちゃお気に入りはたくさんあるし、もう全部って言いたいところなんですけど、やっぱりメンションしてくれる数とか、滅感するアイテムなので、私はね、もう一生お気に入りですね。みんながね、たくさん愛してくれるおかげで、私はね、アンミルにすごく自信が持てます。ありがとうございます。ハコちゃんのことハコ先生って呼んでる理由あったら知りたい。もうこれ見た瞬間もう大爆笑しちゃって、今も大爆笑しちゃったんですけど、コ先生って呼んでる理由はハコは頭が良くて容量がいいのでハコ先生です。自分を漢字一文字で例えると、激しいのハゲっていう字。何でも突発的にやり始めたりとか、声が大きかったりとか、なんかね、おしとやかじゃないなって自分のことすごい思うから、激しいのハゲ。劇だ劇。9月、10月、11月、12月、本当に期待しててほしいです。半年以上前から動き出していたことがやっと形になり始めていて、皆さんにご報告できる日がだんだんと近づいてきているので、楽しみにしていてください。私の全力、一生懸命が詰まったアンミルをこれからもよろしくお願いします。本日は最後まで見ていただき本当にありがとうございました。全部答え終わりました。私が選んだ質問をね、最後まで見てくださった方本当にありがとうございます。質問コーナーあるあるなんですけど、撮り終わった後にちゃんと喋れてたかなとか、みんなが知りたいことちゃんとみんなにお伝えできたかなっていう不安がね残ってるんですけど、未だにはい、少しでも楽しんでもらえたらすっごく嬉しいです。で、アイスケーキがね序盤からもう全部いなくなってしまったんですけど、今後のね Vlog 内でもたくさん食べていきたいなって思うので、アイスケーキなので時間かけて食べたいと思います。めっちゃ楽しかったです。質問コーナー、今日は最後まで見てくださり本当にありがとうございました。来年の夏もまだ YouTube を続けることができていたら、また質問コーナーをさせてくださいみんなのおかげでね、私の人生は本当に楽しくさせていただいているなって思う毎日なので、皆さんの力になれることを少しでもお答えできていたら嬉しいです。今日は最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。ありがとうございました。またねー。